はい、今日から文法を紹介するポッドキャストをやってみようと思います。できるだけ会話でも使える便利なものを選んだので、ぜひ最後まで聞いてみてください。じゃあ早速第1回目の文法、何々って見て初めてを紹介しますね。まず皆さんはこんな経験ってありませんか？例えば料理をするとき、レシピ動画を見てたら、これ簡単そうって思うじゃないですか。でも、実際に自分で作ってみて、初めて、あれ、全然うまくいかないってなる。これがまさにこの場面なんですよね。やってみて、初めてわかる。見てるだけじゃわからなかったことが、実際に経験したときに、初めてわかる、気づく、知る。そういう時に使う文法です。形はシンプルで、動詞の定型、見て、初めて、気づいた、わかった、知ったという感じですね。ちょっと私の話をしてもいいですかね。私は今までいろんな国の言葉を勉強してきたんですけど、実際に現地の人と話してみて、初めて教科書の言葉ってこんなに通じないんだって気づいたことが何度もあって、勉強してるときは分かってるつもりだったんですよね。でも使ってみて初めて全然分かってなかったって気づきます。この文法はなんか自分の言語学習の経験とすごくリンクするなって改めて思いましたね。皆さんは日本語の勉強をしてみて、初めて分かったこと、気づいたことってありませんか？あと、こういう場面も、この文法がよく使われるんですけど、日本人の彼と彼女と付き合ってみて初めて分かったこと。これはたくさんあると思いますね。経験がある人はぜひ教えてほしいんですけど、私は日本人ですけど、よく学生のみんなに質問されるのは、どうして日本人は連絡が遅い人が多いのかっていうことですね。もちろんね、全員ではないですけど、日本人と付き合ってみて、初めて連絡の遅さに気づいたっていう学生が何人もいましたね。で、最後に、ちょっと何々した時っていう文法との違いについて簡単に話しておきたいんですけど、例えば日本に来た時、自分の国の文化との違いに驚いた。これもね、自然な文なんですけど、じゃあ、今日紹介した何々って見て初めてと何が違うか。何々したときは、その時のタイミングで起きた事実を言うだけなんですけど、何々って見て初めては、やる前はわからなかったというニュアンスがね、入りますね。来た時に驚いたよりも来てみて初めて気づいたの方が、予想外だったっていう感じが強く出るので、それが違いですね。どうでしたかね？ポッドキャストで聞きながら頭でイメージをして文法を勉強するっていうのも新しいスタイルで記憶に残りやすくなるのかなとは思うんですけど、もし効果があったよっていう声が多ければ、第2回も作ろうと思うので、いいねかチャンネル登録だけでもよろしくお願いします。はい、今日は最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のビデオもお楽しみに。バイバイ。